厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は初心者にもおすすめしたい定番の名曲、バイオリン協奏曲編です。バイオリン協奏曲とは簡単に言うと、独奏バイオリンとオーケストラによる管弦楽曲のことです。協奏曲の中でもバイオリン協奏曲は人気が高く、日本でも演奏回数が多いです。今日は著作権の切れている作品の中で特に代表的なバイオリン協奏曲を10曲ご紹介します。それでは早速いきましょう。まずはじめにご紹介する3曲は三大バイオリン協奏曲と呼ばれる名曲です。1曲目はこちらです。前期ロマン派の時代に活躍したドイツ出身の作曲家メンデルスゾーンの作曲したバイオリン協奏曲「ホタンチョウ」です。メンデルスゾーンの代表的なコンチェルトということでメンコンと呼ばれたりします。バイオリン協奏曲の中では日本でも1、2を争うほど人気が高く、演奏回数も多いまさに定番曲です。この曲はライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の常任指揮者だったメンデルスゾーンが楽団のコンサートマスターダビッドのために書いた曲と言われています。ダビッドは超絶技巧のバイオリニストでした。メンデルスゾーンは技術的な助言をダビッドに求め、6年の歳月をかけてこの曲を完成させました。初演はもちろんダビッドをソリストに迎え、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の演奏でメンデルスゾーン自身の指揮によって行う予定でした。しかしメンデルスゾーンが体調を崩してしまい、副指揮者のゲーゼが初演を振りました。明るい雰囲気と切なく物悲しい雰囲気を併せ持ち、ソロの華麗な技巧が光る名曲です。2曲目はこちらです。古典派の時代に活躍したドイツ出身の作曲家ベートーベンの作曲したバイオリン協奏曲二丁調です。ベートーベンが生涯で完成させたバイオリン協奏曲はなんとこの1曲だけ。しかしその1曲が完成度があまりにも高い作品だったため、この曲はバイオリン協奏曲の王者と呼ばれたりします。そしてこの曲を王者にした立役者として2人の名バイオリニストの存在がありました。一人はクレメントという超絶技巧のバイオリニストです。ベートーベンは作曲中から初演はクレメントのバイオリンで行うと決めていました。クレメントは高度な技術と驚異的なアンプ能力を持つバイオリニストでした。この曲もベートーベンが初演の直前まで作曲していたため、クレメントはリハーサルもなくほぼ初見で初演に臨んだといいます。しかしそんな中でもクレメントはこの難曲を見事弾きこなし、初演は大喝采となったそうです。しかしなぜかこの曲はあまり演奏機会に恵まれませんでした。そして少しずつ人々に忘れられていったのです。そこに登場したのが2人目のバイオリニストヨアヒムです。
ヨアヒムは19世紀後半、後期ロマン派の時代に活躍した人物で、シューマンやブラームス、ドボルザークやブルッフなど、名だたる作曲家がバイオリンの名曲を検定した名バイオリニストでした。ヨアヒムはベートーベンのバイオリン協奏曲を最も偉大なバイオリン協奏曲だと絶賛しました。そして生涯にわたって素晴らしい音色で演奏し続け、この名曲を蘇らせたのです。さて、そのヨアヒムが関係するバイオリン協奏曲が他にもあります。三大バイオリン協奏曲の最後がこちらの名曲です。後期ロマン派の時代に活躍したドイツ出身の作曲家ブラームスの作曲したバイオリン協奏曲二丁調です。ブラームスはこの曲の作曲の過程で友人のヨアヒムに手紙を送り作曲の相談をしていました。ヨアヒムはブラームスに様々な助言をし、ブラームスはそのうちいくつかを参考にしてこの協奏曲を作曲しました。初演はヨアヒムのバイオリンとブラームスの指揮で行われ大成功を収めました。その後も演奏するたびに好評という状況が続いていたのですが、ブラームスはまだこの曲に不満があり、ヨアヒムともたびたび相談をしました。しかし話し合ううちに2人の意見はすれ違うことも増えてきました。ブラームスはヨアヒムの一部の意見を参考にした上で出版を決行します。それでもブラームスは楽譜の構成をヨアヒムに依頼し、出版された曲はヨアヒムに検定したのです。ちなみにベートーベン同様ブラームスもバイオリン協奏曲はこの1曲を残すのみでした。ここまでご紹介してきた3曲は三大バイオリン協奏曲と呼ばれ、今も世界中で人々に愛されています。4曲目はこちらです。後期ロマン派の時代に活躍したロシア出身の作曲家チャイコフスキーの作ったバイオリン協奏曲二丁調です。先ほどの三大バイオリン協奏曲にこの曲を加えて四大バイオリン協奏曲と呼ばれたりもします。チャイコフスキーはラロのスペイン交響曲に刺激を受け、創作中のピアノソナタを中断し、この曲の作曲に取り掛かりました。わずか11日でスケッチを完成させ、その2週間後には楽譜を仕上げました。チャイコフスキーはこの曲の初演を名バイオリニストのアウアーに依頼しました。しかし曲が難しすぎるという理由で初演を断られてしまったのです。そこで依頼したのがモスクワ音楽院の教授ブロツキーでした。
名バイオリニストでもあったブロツキーはこの曲を見て、なんと素晴らしい、演奏し尽くせないと大絶賛。しかし初演の評価は今一つでした。評論家たちからは、手当たり次第に作られた悪趣味なものとか、悪臭を放つ音楽と酷評されたのです。それでもブロツキーはこの曲が名曲だと信じていました。その後も各地でこの曲を演奏してくれたのです。このブロツキーの PR 活動が功を奏し、この曲は徐々に評価されるようになります。その後は初演を断ったアウアーもこの曲を評価し、自分の演奏レパートリーに加えるようになりました。さらには弟子のジンバリストやハイフェッツ、エルマンらにこの曲を教え、彼らが名演奏を繰り広げることで四大バイオリン協奏曲と言われるほどに評価が高まったと言われています。チャイコフスキーはこの曲の進化をいち早く認め、初演を買ってで、そして酷評に耳を傾けず、世界中にこの曲を普及してくれた恩人ブロツキーに、このバイオリン協奏曲を献呈しました。そしてチャイコフスキーもベートーベン、ブラームスと同様完成させたバイオリン協奏曲はこの1曲のみです。5曲目はこちらです。ロマン派後期から近代にかけて活躍したフィンランド出身の作曲家シベリウスのバイオリン協奏曲二単調です。ベートーベン、ブラームスに次ぐバイオリン協奏曲という呼び声も高い名曲です。この曲を入れて4大バイオリン協奏曲とか、ここまでご紹介していた5曲を5大バイオリン協奏曲というふうに呼ぶこともあります。シベリウスはもともとは作曲家ではなくバイオリニストを志していました。そのためこの作品も技巧的な要素をふんだんに取り入れた作品として完成させます。しかし初演は不評に終わってしまったのです。そこからおよそ1年後、シベリウスはある曲に出会います。それはブラームスのバイオリン協奏曲でした。初めてブラームスのバイオリン協奏曲を聴いたシベリウスは、その公共的な作風に影響を受けます。そして技巧的な部分を大幅に短縮し、公共的な色彩を強める改訂を施したのです。改訂項を完成させた後、シベリウスは初項の演奏を禁止しました。そのため今私たちが聴くこの曲は、ほとんどの場合改訂後の音楽になっています。ちなみにこのシベリウスもベートーベン、ブラームス、チャイコフスキー同様、完成させたバイオリン協奏曲はこの1曲だけ。もっと言えばバイオリンだけではなく、協奏曲というジャンルで残した曲もこの1曲だけなのです。6曲目はこちらです。
バロック時代に活躍したドイツ出身の作曲家バッハの2つのバイオリンのための協奏曲です。名前の通り、この曲には独奏バイオリンが2丁使われています。2つのバイオリンが絡み合うように演奏されるのが特徴的です。技巧的にも華やかな作品で、今も多くの人に愛されています。バッハ自身もこの曲を気に入っていたのでしょうか。後に2台のチェンバロ協奏曲破綻調に自ら編曲しています。ちなみに今流れているのは1楽章ですが、2楽章のメロディーもとっても美しいので、よかったら聴いてください。7曲目はこちらです。バロック時代に活躍したイタリア・ベネチアの作曲家ビバルディの作品です。和声とインベンションへの試みというバイオリン協奏曲集の1曲目、協奏曲第1番春、通称四季の春と呼ばれる名曲です。ビバルディはなんとおよそ220曲という膨大な数のバイオリン協奏曲を完成させています。そしてビバルディは当時最も優れたバイオリニストの一人でした。そのためでしょうか、ビバルディのバイオリン協奏曲は独奏バイオリンの魅力が伝わる曲ばかりです。その中でも最も有名なのがこの四季より春です。四季についてはこちらの動画で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧くださいね。8曲目はこちらです。古典派の時代に活躍したオーストリア出身の作曲家モーツァルトのバイオリン協奏曲第3番です。シュトラスブルクコンチェルトという名前で知られる名曲です。この曲を作曲したのはモーツァルトがわずか19歳の時。しかも半年の間にこの曲を含めた4曲のバイオリン協奏曲を完成させています。モーツァルトもビバルディ同様素晴らしいバイオリニストでした。幼い頃にはほとんど教えられてもいないバイオリンを軽々と弾きこなすほどだったと言われています。モーツァルトの生涯と代表作についてはこちらの動画でご紹介していますので、ぜひご覧ください。9曲目はこちらです。後期ロマン派から近代にかけて活躍したドイツ・ケルン出身の作曲家ブルッフのバイオリン協奏曲第1番です。実はこの曲にもあのヨアヒムが関わっているんです。ブルッフは一度この曲を完成させた後、自らの指揮で初演を行い成功を収めます。
しかしブルッフはその出来上がりにあまり満足していませんでした。そこで友人のヨアヒムらバイオリニストたちに助言を求めたのです。ヨアヒムらと意見交換をしながらブルッフはこの曲を大幅改訂しました。そして改訂版をヨアヒムのバイオリンで演奏し大成功を収めたのです。その後この曲はチャイコフスキーの初演を断ったあの名バイオリニストアウアーや歴史上最高のバイオリニストの一人に数えられるサラサーテなど数々の名バイオリニストたちのレパートリーに加えられます。素晴らしいバイオリニストたちによって演奏されたこの曲は各地で人気の作品となり、今もブルッフの代表作として知られています。今日ご紹介したヨアヒムやサラサーテといったバイオリニストはこちらの動画でもご紹介していますのでぜひご覧ください。10曲目はこちらです。後期ロマン派の時代に活躍したフランス出身の作曲家サン・サーンスのバイオリン協奏曲第3番です。先ほどもご紹介した名バイオリニストサラサーテに贈られた曲です。初演もサラサーテのバイオリンで行われました。こうして10曲を振り返ってみると定番曲として今に受け継がれているバイオリン協奏曲の多くは素晴らしいバイオリニストの演奏とともに名曲となってきたことがわかりますね。サン・サンスのこの3楽章からなる協奏曲はどの楽章に使われているメロディーも本当に美しくドラマチックで現在も人気の高い曲の一つです。今流れている情熱的な第1楽章も最高ですが2楽章もとっても優美で3楽章は自由で華やかです。ぜひ気に入った方は3楽章を通して聴いていただきたいです。さてここまで10曲挙げてきましたが他にも人気の高い作品はいっぱいあります。例えばバイオリンの名手として知られるパガニーニの協奏曲第2番はシューマンやリストやショパンなど当時の名だたる音楽家たちを魅了しました。ピアノの魔術師と呼ばれるリストはこの主題を用いてピアノ独奏曲ラ・カンパネラを作曲します。現在は協奏曲としてよりもリストのピアノ独奏曲としてこのメロディーに出会う機会が多いかもしれません。そして協奏曲ではないのですがバイオリンと管弦楽の協奏的な作品として知られる曲もあります。サン・サンスの女装とロンド・カプリチオーソも人気の高い名曲の一つです。
他にもラロのスペイン交響曲は交響曲という名前はついていますが、実際は交響的な協奏曲と言われることもありますし、今日は著作権の関係で流せませんが、ショスタコーヴィチのバイオリン協奏曲も本当に名曲です。このようにバイオリン協奏曲には名曲が多いので、今日ご紹介した曲以外にも定番と言われる曲はたくさんあります。ぜひたくさん探して聴いてみてください。いかがでしたか？今日の動画お楽しみいただけた方はぜひグッドボタンで教えてください。気に入ったバイオリン協奏曲があればぜひコメントで教えてくださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、楽器の解説や有名曲のご紹介などもしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！